皆さんこんにちは、渡旅です。今回は大阪府の渓谷に佇む一軒宿に宿泊します。賑やかな大阪の街で静かな時間を過ごせるなんて楽しみです。場所は大阪府の北摂三島地域に位置する高槻市。摂津峡の自然に囲まれた露天風呂とキジ鍋が自慢の温泉宿です。大阪を散策しながら向かいます。もうちょっとでね到着します。あと10分ですね。でこちらのコッペ田島なんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。こちらを右に曲がって、あとは道なりに進めば到着します。この辺りですね。ちょっとね駐車場がないんで駐車場探します。到着しました。駐車場がなかったんでこちらのマクドナルドに停めました。駐車料金はね、朝の8時まで180分110円、それ以降はね30分220円。ちょっとねここから距離があるんでね、一旦この道路の向こう側に向かいます。少し中道を歩いてます。でこの辺りはですね、めちゃくちゃ実家の近所なんですけど、古い街並みがねあるの知らなくてちょっと寄ってみました。20年間ねこの近くに住んでたんですけど、そういう場所があるのは知りませんでした。中道に入るとね、地元といえど右左わからないですね。こちらはですね、大阪府大東市の五稜というね町になります。地元はですねすぐ隣の門真市になります。そんな地元のすぐ近くにですね、古い町並みがあるのにも驚きました。で今回泊まるのはですね高槻市の方なんですけど、ここから結構距離はあります。古い建物がちょこちょこ見え始めました。すごい、この辺りから時が止まったような街並みです。こんな屋根の建物が実家の近くにあったんですね。こちら神社ですね、菅原神社。縄文時代はですねこの辺りは全て海だったそうです。すぐそこに生駒山という山があるんですけど、その麓まで波が打ち寄せていました。その後時代とともに水が引いていって、古墳時代頃には海と切り離された巨大な湖河内湖が誕生します。その湖はこの近くにあって、現在の深北緑地という公園内にある深野池という池です。公園内にはですね恐竜の滑り台とかあって、小さい頃は恐竜公園って呼んでました。
平安時代になると湖はさらに小さくなって内里その淵という池となっていました。池が小さくなるにつれて周りは湿地帯になっていきます。転機が訪れたのは13世紀の鎌倉時代で、池の周りに堤防が築かれたことでようやく人が住めるようになり、ここ五稜に集落が誕生しました。今でもこんな感じで歴史を感じる跡がたくさんあって、レトロな街並みを見ることができます。江戸時代になると池は現在の不の池と呼ばれるようになります。家や田んぼが増えるにつれ、たくさんの水路が作られました。その水路がですね、こちらの水路で色鮮やかな鯉がね、たくさん泳いでます。こんな街中なんですけど、水もめちゃくちゃ綺麗です。船が行き来する道路のような役割を果たす水郷の美しい風景が見られたそうです。この水路には大きな壁があって、行き先の寝屋川には5メートル以上の落差があったそうです。この落差を越えるために水門が2つあって、水位を調節するスエズ運河のような仕組みがあったそうです。で、この水路なんですけど、なんと大阪のど真ん中、心斎橋や道頓堀までつながっていたそうです。有名なグリコがあるとこですね。昔この水路にはね、船が通ってたそうなんですけど、当時は近くに医者がいなくて、病人が出ると大阪市内まで船でね運んでいたんだそうです。船は運搬手段だけでなくて、命をつなぐ救急車でもあったんですね。この集落にはね、神社が2つあります。こちらの菅原神社は地の神様を祀られていて、県道沿いにある女将神社には水を司る神様が祀られています。こちらが女将神社で、女将神社のすぐ目の前がですね、かつては堤防だったんですけど、現在はこの県道21号線が走ってます。村を守るためにこの堤防の上に建てたんでしょうね。この2つの神様が古くから水と共に生きる人々を見守ってきました。で、こちらの水路はですね、きれいな水を保つために朝9時から夜9時まで人工的に水を流しているそうです。この水は東大阪の浄水場からパイプで引いてます。五稜地区では水路を残すか道路にするかについて約1年間話し合いが行われた結果、きれいな水路を保てるなら残そうということになり、国の補助金も受けて水路が残されました。で、この水路ではですね、大東市が船を作って一般の人も体験できるようになってます。乗船体験は4月から9月までの第1、第3日曜日午前10時から12時まで行われていて、12時までに並べば乗ることができます。で、料金はですね、なんと100円だそうです。ちょうどね、今日が、第3日曜日になるんで、もし乗れたら乗ってみたいと思います。定員は大人5人、子供は7人から8人乗ることができます。で、近くの日野小学校などが体験学習として毎年参加しているそうです。昔の人が船で移動していたことを実際に感じながら歴史を学ぶことができます。で、こちらがですね、この五稜のせせらぎ水路イラストマップなんですけど、水路の周りは遊歩道になってますね。はい。で、こちらに田船小屋があるそうなんですけど、レトロというか本当にタイムスリップしたような街並みです。これも昔からある建物なんですね。家の前にはね、こう階段になってて、すぐこの水路に出れるようになってます。あの小屋ですね。地元でもこうやって散策してみると面白いもんですね。田船小屋がこちらですね。今近所の方にお話を伺ったんですけど、ここで船が通ってるのを見たことないとおっしゃってました。で、別の方にも聞いてみるとですね、走ってるのを見たことはあるとは言ってたんですけど、ここ最近はですね、船が走ってるのは見たことないそうです。今はやってないんですかね。
事前に連絡しないといけないのかもしれません。田船小屋がスタートで、この水路の終わりまで歩いてみたいと思います。多分ね、そんなに広くはないと思います。で、街並みもですね、そんなに広範囲にあるわけではなくてですね、この周辺だけとなります。こちらさっきの神社ですね。ここも船着き場なんでしょうか。わ、すごい。あれ、だんじりの倉庫ですかね。結構ね、この辺りはですね、だんじりも力が入っているというか、結構お祭り好きのね、町です。門真市の方はですね、だんじりといえばね、もう子供が引いて楽しむような感じなんですけど、こちらの大東市では大人もね、お祭りを楽しんでいます。こんな感じの水路になってるんですね。はい、水路はここで終わりですね。はい、街中にあるんで、アパートやマンションがあってね、なんかすごい不思議な場所です。田船小屋から、この神社の前までなんで、遊覧コースは多分100メートルぐらいですね。100円だったら全然楽しめると思います。はい、ちょうどここが広くなってるんで、ここで旋回するんでしょうか。街の中を田船で遊覧するのは恥ずかしいですね。地元なんで知ってる人とか通ったらめちゃくちゃ恥ずかしいと思います。おそらくね、乗れるとは思うんですけども、地元の人でも船がね走ってるの見ないみたいなんで、余計に目立って恥ずかしいかもしれません。こちらがね、さっきの神社ですね。どんどん交通量が多くなってきました。何にもない地元でこの大きいカメラを持って歩いてるのがちょっと恥ずかしいです。はい、それではね、次の目的地に向かいます。7.1 キロ、15分で到着します。すごく緑が多くなってきたね。なんかね、おお、なんか集落が出てきました。わ、すごっ。なんかなんかすごいね。なんかここだけ時が止まってる。これは有料駐車場やな。全然駐車場がなくてですね、こちらの、駐車場に止めさせていただきました。半日500円で止めることができます。目的地はですね、反対方向なんですけど、すごく綺麗な街並みだったんで見てみたいと思います。うわー、めちゃくちゃのどかです。なんかね、ここだけ別の世界のように感じます。これぞ日本の原風景って感じですね。この集落の中の方にも駐車場があるんですけど、どこも満車でですね、その理由がですね、おそらくこちらに釣り堀があるからだと思います。はい、マスアマゴがね釣れるみたいです。この先に滝があったんでね、来てみました。駐車場を探すのにね、この集落の中を車で走ったんですけど、めちゃくちゃレトロだったんで、ちょっとだけねこの集落を散策してみたいと思います。うわー、綺麗。多分ね、この川の先に滝があるんだと思います。わあ、すっごくのどかです。わあ、すごい古い建物がねたくさん立ち並んでます。この建物もこの電球もですね、本当に昭和から時が止まったような感じです。
この向かいはお寺ですね。ピアノが聞こえてきます。すっご、これ避難所ですね。こちら商店だったんでしょうか。タバコって書いてあるんですけど、ここもタイルになっててすごくレトロです。昔はタバコとか売ってたんですね。観光地ではないんでね、特に何もありません。この先に釣り堀があるぐらいですね。で、竹はですね、この集落の入り口の手前をですね、曲がった先だと思うんですけど、とりあえずね、向かってみたいと思います。見たことないような花がね、たくさん咲いてるんですけど、いやすごく綺麗というか、毒を持ってそうな感じの花ですね。いやー、暑い季節がやってきましたね。トレーナーじゃめちゃくちゃ暑いです。林道のような道をね、進んでいきます。右側は竹林になっていて、こちら左下にはですね、川が流れてます。ただめちゃくちゃ遠いですね。すごい自然と人工物が調和してすごく神秘的です。山道の脇にですね、よくこういう道があるんですけど、この先って何があるのか気になりますよね。この先にですね、ゲートが出てきました。ここから先はですね、車は完全に通れないですね。来られてる方多いんですね。自転車がいっぱい止まってます。おー、すごい。なんか切り通しみたいになってます。うわー、川もだいぶ近くなってきました。で、すごくね、水は綺麗ですね。すぐ近くにある芥川という川はですね、オオサンショウウオが生息しているみたいです。もしかしたらここもね、オオサンショウウオが見れるのかもしれません。川が綺麗です。自転車がたくさんあったんで、普段からね来られてる方なのかもしれませんね。こんな場所多分地元の方しか知らないと思うんで、おにぎりとか持ってきたらよかったですね。砂防ダムがあるんですけど、なんか神秘的ですね。で、子供たちもいてます。川遊びを楽しんでますね。子供たちがね、川遊びを楽しんでました。子供たちだけしかいないんですけど、ちゃんとライフジャケットを装着してて偉いです。家の近くにこんな場所があったらいいですよね。道はこんな感じで続いてます。この下に何かあります。これは一体何でしょうか。地図で見る限りはですね、もうそろそろ到着なのかなとは思うんですけど、ということはこれ下に降りとかないとダメだったんでしょうか。すごいな。水の色も綺麗ですし、どうやらこの滝のようですね。落差50メートルあるっていうので来てみたんですけど、こう直瀑ではなく、こうなだらかにですね、50メートルの落差がある滝でした。あそこなら行けそうなんで、ちょっと見てみます。ここが道のようになってるんで、降りていきますね。よいしょ。このさっきの謎の遺構がすぐ目の前にあるんですけど、これは何なんでしょうか。知識がないのでこれが何なのか分かんないですけど、鉄にもですね苔が生えてて
天空の城ラピュタみたいな世界観があります。崖みたいになってるんですけど、ロープをね張ってくれています。このロープに身を任しても大丈夫なんでしょうか。怖っ。ロープのおかげで楽に来ることができました。なんか行場みたいになってますね。ここも崖になっててロープが張ってあります。こちらが滝です。でもどっちにしろ全貌は見れないですね。はい。すごく綺麗です。高槻の方もすごく水が綺麗で、こんなにも自然が残ってるんですね。それではね、駐車場の方に戻ります。よいしょ。戻ってきました。それではね、宿の方に向かいます。すごくね美味しそうなお肉屋さんがあったんですけど、もう結構ねいいお値段したんでコンビニで済まします。あと5分で到着します。なんか天気悪くなってきましたね。多分雨は降らないと思うんですけどね。こちらですね。よいしょ。ここから摂津峡ですね。よいしょ。よいしょ。なんかお客さん多いですね。そんな有名な場所なのか。桜公園。桜はもう終わってるしね。うん。はい。ここですね。ちょっと早く到着しすぎました。はい、到着です。到着しました。こちらは1967年に小さな料理旅館として創業した山水館です。1982年には2年にわたる掘削工事の末、地下およそ1000メートルから天然温泉を掘り当てたそうです。現在は摂津峡の自然を感じながら過ごせる温泉宿として親しまれています。それではね、早速チェックインしたいと思います。
で、こちらが玄関で、入ってすぐ右側にフロントがあります。フロントの前には旅館で使用していた食器が安くで販売されています。で、こちらには有名人のサインがたくさんあります。こちらは売店ですね。高槻の銘菓などが販売しています。こんな感じのラウンジです。で、ラウンジの前は川床のデッキですね。もう川の流れる音と鳥の鳴き声しか聞こえません。こんな感じですね。こんな感じの川床のデッキになってます。いいですね。いや、本当にね、もう旅館の前はですね、もう自然しかありません。なので、ゆっくり過ごしたい方には本当にいい旅館ですよね。あちらが受付なんですけど、こちらが大浴場です。山水館はですね、将棋の対局会場に使われている定番の舞台です。なのでこちらにはですね、ここで行われた対局の様子が展示されています。有名な藤井聡太さんもここで対局されてて、その様子なども展示してるんで、将棋ファンにはたまらない旅館ですね。で、こちらがお風呂ですね。男湯、そして女湯。で、こちらは女性専用のお支度所で、こちらですね、こちらが、喫煙所と、あんまどころ、ちょっと見てみましょう。はい。こんな感じですね。すぐ、左手は流し台があって、すぐ正面に喫煙所と、右手にマッサージチェアが2台置いてます。特別にですね、将棋の王将戦があった対局室を見せていただけるそうです。めちゃくちゃ楽しみです。こちらが5階ですね。はい。こちらがですね、対局があった場所で、さつきの間というお部屋ですね。いや、こちらなんですけど、すごいですね。ここで対局があっただけあって、風格のあるお部屋ですね。肖像権があるんで、この辺ちょっと、モザイクかけさせていただいてるんですけども、こちら実際にですね、ここで対局があった場所です。左側に藤井聡太王将、そして右側に永瀬拓矢九段の写真があります。こちら外はですね、庭になっています。このお部屋はね、40年間使われなかったそうで、この襖とか障子とかですね、当時のまま、そのままの状態だそうです。畳もですね、もう全部そのままだそうですね。藤井竹貝って言って高槻藩の幕末の藩士の書なんですけど、その方の書をかけて王将戦をずっと見続けてきた人が高槻の幕末の藩士藤井竹貝さんということで新聞の記事にもなりました。偶然藤井さんの名前もね、同じ名前であった。いろんなタイミングが重なってですね、ここで対局が行われたそうです。話せば長くなるんですけども、いろんなエピソードがあったそうです。で、今回宿泊するお部屋は3階なんで、エレベーターで上がります。すごい、こんな感じの通路になってます。こちらはカラオケラウンジなんですけど、現在休業中のようです。3階にですね、花の湯専用露天風呂があります。はい、こっちなんですけど、今の時間は、女性専用になってますね。はい、とりあえず部屋がですね、半露天風呂付きの特別室になります。それでは早速ね、見てみたいと思います。こちらが玄関ですね。はい、玄関入って、すぐこちらお部屋です。
10畳の和室になってます。はい、こんな感じですね。でこちらにはテレビ、そして、掛け軸ですね。でこちらの部屋の横はですね、披露宴になってて、渓谷を眺めることができます。なかなかいい景色がいいですね。はい。この部屋からの眺めはこんな感じです。はい。これさっきのテラスですね。披露宴の前にはですね、梅昆布茶とかね、煎茶があります。で、この下が冷蔵庫ですね。ここが冷蔵庫なんですけど、特に何も入ってません。部屋の反対側はですね、寝室ですね。ベッドが2つあります。で、すぐこちらに、クローゼットですね。よいしょ。クローゼットがあって、その下にはですね、旅や浴衣が用意しています。あとこちら、床ごですね。バスタオルやフェイスタオル入れて用意してくれています。もうこのまますぐ温泉に行けますね。で、この和室の横にですね、扉があるんですけど、こちらが露天風呂になります。はい。うわー、こちらですね。あ、すごい。ちょっと電気つけましょうか。こちら洗面台ですね。こちらにもですね、バスタオル、フェイスタオルがあります。あとはですね、こういうアメニティが置いてあります。で、露天風呂がこちらです。わあ、いいですね。ほんで右手にはですね、洗い場があります。わあ、こんな感じの、半露天風呂ですね。で、浴槽はですね、そんなに広くはないんですけど、2人入れるぐらいの広さです。すぐ横は川が流れてて、この川の音を聞きながらゆっくり入ることができます。で、こちらお月菓子ですね。高槻メーカータラチネピーナッツ、こういう、和菓子ですね。こちらが館内の案内図なんですけど、山水館の部屋数はですね、全部で24室あります。露天風呂付き客室は4部屋あるんですけど、今日泊まっているお部屋はその1つです。1階が玄関ですね。玄関入ってすぐにですね、フロント、そしてロビー、ラウンジがあって、花の湯という、大浴場と大岩見の湯があります。こちらの大岩見の湯はですね、露天風呂もついてて、この大浴場から、露天風呂に行くことができます。2階は食事会場と貸し切り露天風呂で宴会場があります。3階がですね、今日泊まっているお部屋ですね。特別室が2部屋あります。で、こちらに大きな宴会場が2つあって、あと客室が1、2、3、4、5、6、7部屋ありますね。4階がですね、特別室が2部屋。で、客室が結構ありますね。5階もですね、客室が結構ありますね。チェックインはね、16時からとちょっと遅めになります。チェックアウトが10時。日帰り入浴はですね、11時30分から15時まで。で、午後が16時から20時までですね。20時以降は宿泊客のみとなります。このお部屋はですね、その将棋の対局の挑戦者が泊まるお部屋だそうです。今から大浴場に入りに行きたいと思います。よいしょ。で、こちら撮影許可いただいたんで見てみたいと思います。脱衣所はこんな感じですね。で、こちら大岩見の湯です。今回はですね、特別に撮影許可いただいてます。すごい。ですね。めっちゃ広いですね。入ってすぐ右側にはですね、洗い場が、9つあります。はい。で、こちら浴室の真ん中にこの大きな岩があります。すごい。
でこの岩の上からですね、この源泉が流れてきてますね。1階なんで、もう川から近い場所になります。でこちらですね、こちらが露天風呂ですね。はい、こちらですね。よいしょ。いいですね。こんな感じの、露天風呂です。1階なんで、もう川に近くてすごく景色がいいです。ここからの景色はこんな感じですね。うわー、すごい大きな魚がいっぱい泳いでます。めちゃくちゃ気持ちいいです。ちょうどいい温度ですね。かなり広いんで、日帰り入浴客がいても多分そんな混雑しないと思います。めっちゃ気持ちよかったです。すぐ隣の温泉の方はですね、露天風呂がありません。時間帯によって男女入れ替わるんで、どちらも入ることができます。次はこちらですね。お風呂を見てみます。さっきの大岩見の家もそうなんですけど、部屋からタオルを持っていかなくてもフェイスタオルは置いてあります。こちらにロッカーがあって、で洗面台があります。浴室です。こちらの温泉はこんな感じですね。入って左側にですね、洗い場が7つあります。で、こちらが浴槽ですね。はい、こっちに、ジェットがあって、腰をかけれる場所があって、レスティーバスうつ伏せ風呂らしいんですけど、この、やらしいですね。こちらには露天風呂がないんですけど、その代わり3階に露天風呂があって、そちらも利用することができます。でその露天風呂を見に行ってみたいと思います。でこちらが露天風呂です。はい、突き当たりですね。はい、こちらも撮影許可いただいております。こちらもですね、部屋からタオルを持っていかなくてもこちらにあります。よいしょ。はい、いきなり非常階段ですね。よいしょ。ちょっと遠いですね。で、こちらで涼むこともできます。よいしょ。よいしょ。うわ、めちゃくちゃいい。さっきの露天風呂よりもこっちの露天風呂の方がいいですね。露天風呂の前にですね、脱衣所があります。さっきの露天風呂にはなかったんですけど、こちらには打たせ湯があります。さっきよりも川に近いような感じがします。一緒なんですかね。どうなんでしょう。さっきの露天風呂よりも2倍ぐらい広いです。
大岩見の湯の方はですね、大浴場が広い代わりにですね、露天風呂が小さいんですけど、花の湯の方は大浴場は狭いんですけど、露天風呂がめちゃくちゃ大きいです。それぞれ良さがあります。せっかくなんでこちらも入りたいと思います。よいしょ。よいしょ。山の匂いと、そしてこの温泉の匂い、たまりません。こちらの打たせ湯はですね、水ですね。こちらとは別にこちらにも浴槽があるんですけど、こちらは水です。はい、めちゃくちゃ気持ちよかったです。でこちらがね、貸し切り風呂なんですけど、現在ねちょっと調子が悪くてですね、稼働していないそうです。こちらに宇宙があって、そしてこちら露天風呂ですね。はい、いやめちゃくちゃいいんですけどね、これが稼働してないのはもったいないですね。景色もね抜群ですね。それでは露天風呂に入りたいと思います。ちょうどいい温度ですね。だいぶ暗くなっちゃいましたね。これはゆっくり疲れますね。夕食の時間になったんで、食事会場の方に向かいます。食事会場は2階ですね。よいしょ。よいしょ。すいません。よいしょ。はい。ありがとうございます。こちらですね。こちらが夕食なんですけど、今回のメインはキジ鍋になります。この料理が出た最後にですね、キジ鍋が出てきます。前菜と食前酒です。器がねすごく綺麗です。珍しかったんで頼んでみました。もみじの炭酸ですね。でこの色もですね天然色だそうです。でこちらの飲み物自体はですね岐阜県になるんですけど、これは自然色らしいです。匂いがね本当に葉っぱの匂いですね。ちょっと一口飲んでみます。葉っぱの匂いなんですけど、飲むとそういう葉っぱっていう感じはないですね。癖がなくてすごく飲みやすくて美味しいです。いやこんなん初めて飲みました。それではいただきます。まず食前酒ですね。こちら山ぶどうの、お酒です。ジュースですね。後から来るかもしれないんですけど、すっごく飲みやすいです。ワカサギの姿揚げ、いや美味しそうです。いただきます。ちょうどいい塩加減で、この衣のサクサク感と味付けのバランスがめちゃくちゃいいです。今が旬のホタルイカ。このホタルイカは生姜煮なんですけど、全然ねそんなに生姜の感じはしなくて食べやすいですね。柚子穴子枝豆寄せ、上に穴が乗ってて、こちら枝豆の練り物ですかね。はい、いただきます。穴子ってねちょっと臭くて苦手なんですけど、全然臭くないです。こちら倍貝のうま煮です。いけるいける、頑張れ。すごく綺麗に取れました。いただきます。うまっ。こんなにちっちゃいのにすごく濃厚。いやここの料理美味しいかも。はい、次はお作りが来ました。こちらマグロに桜鯛、そしてヒラメに、天使のエビです。めっちゃ分厚い。マグロからいただきます。分厚いから食べ応えがすごい。すごいよこれ。このタイわかるかな。めっちゃ分厚いです。お刺身ってこれだけ分厚くないと食べ応えないですよね。
分厚ければ分厚いほどうまいってわけでもないんですけど、でもやっぱり分厚い方がいいですよね。結局分厚いのが一番うまい。やっぱタイもやっぱ美味しいですよね。でこの分厚いんでとにかく食べ応えがすごい。はい、こちらがですねキジ鍋ですね。まずお野菜から入れていくそうです。初めて食べます。量がすごいですね。ちょろっとだけ出てくるのかなと思ったら、もう本当に生地がメインです。盛り付けがむちゃくちゃ綺麗。野菜を先に入れてって言ってたんですけど、野菜の量が多すぎてもう鍋に入らないです。これでとりあえずね一回沸騰させます。いや、めっちゃ水分が出てきました。火を通しすぎると硬くなっちゃうそうなんで、ちょっとタイミングが難しいですね。両面が白くなった感じが一番美味しいって言ってたね。いけますね。はい、薬味がね柚子胡椒とかあと七味があるんですけど、まずはね何もつけずにいただきます。人生初めてのキジ肉、果たしてお味は。いただきます。うわ、うまい。柔らかい。生地も美味しいんですけどね、このだしがうまい。思ってた以上に柔らかくて美味しいです。うわ、この柚子胡椒むちゃくちゃ本格的や。肉団子、巾着もあるね。赤こんにゃくやきのこもたくさん。いや本当に具だくさんですね、この鍋。これを食べ終わった後にですね、今白米を持ってくるか、それとも締めにですねうどんか雑炊を選ぶこともできます。でこんだけお出汁おいしいんで雑炊にしました。もう雑炊が楽しみです。いや、この生地本当に美味しいです。でその正面のお部屋がいわゆる立ち会いになる。締めの雑炊ですね。めちゃくちゃ美味しそうです。あとこちらコウモロですね。とんだ漬けっていうね漬物で、すぐ近くに服部っていうね地域があって、そちらの白瓜を使用したお漬物ですね。奈良漬けみたいなものだそうです。絶対うまいやつですね。よし、いただきます。うまい。めちゃくちゃ細かく刻んだ刻み海苔が入ってるんですけど、こんだけ散らしてるだけなのに海苔の風味がすごくしっかりしてて美味しいです。地域によってはちょっと甘く感じるかもしれません。関西風って感じだね。こちら最後のデザートですね。こちらマンゴープリンと、でこちら、ハニタンモナカで、こちらのハニタンっていうのは高槻市のキャラクターだそうです。杏仁豆腐みたい。ここからクリームがはみ出してるんですよね。生クリームと小豆が入ってます。頭から食感がうまいな。香ばしい。すごい食べ方するやん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。メニュー自体はねそんなに多くないんですけど、どの料理も美味しくてですね、鍋と締めの雑炊もあって、もうめちゃくちゃお腹いっぱいです。で何よりねこの人生初めてのキジ鍋を食べれて本当にね良かったです。いや感動するぐらい美味しかったです。すき焼きだったかな、すき焼きとかね、何か他にもプランがあったんですけど、一応ねこの旅館はですねこのキジ鍋っていうのが名物なんで、キジ鍋にして正解でした。お腹もいっぱいになったんですけど、今から大浴場に入りに行きたいと思います。
ライトアップしてます。わあ、いいですね。めちゃくちゃ綺麗。青もみじがね、綺麗です。パソコン作業してたら体冷えてきました。時計は11時半を回りました。今から露天風呂に入って体を温めてから今日は寝たいと思います。おはようございます。朝になりました。はい、それではね、朝食の時間になったんで食事会場の方に向かいます。こちらが朝食です。よっ、おかずはこんな感じですね。あとはね、魚の煮付けとか、だし巻き卵で、鮭、サラダにデザートもあります。いただきます。この朝の味噌汁がいいんよね。しみる。昆布まで取れた。白米もおかわりできます。昨日はね、暗くて見えなかったんですけど、この食事会場からの景色もすごくいいです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。すごく美味しかったです。で、チェックアウトまでまだ時間あるんで、もうちょっとね、部屋でゆっくりしてからチェックアウトしたいと思います。朝ごはんを食べて温泉にも入ってきました。こちらの気になる料金の方ご紹介したいと思います。こちらのお部屋はですね、4つしかない露天風呂客室の1つです。正直なところですね、大浴場と露天風呂の方があまりにも良すぎて、ほとんど部屋風呂には入りませんでした。個人的な感想なんですけど、温泉付きの部屋でなくてもいいのかなと思いました。キジ鍋のコースで大人2名1泊2食付き76,285円でした。なので、1人当たり38,142円になります。お高めの部屋なんですけど、将棋の挑戦相手の宿泊するお部屋で、将棋好きの方には、たまらないお部屋だと思います。普通のスタンダードな、お部屋だとですね、今日泊まってる日にち、日によって値段の変動はあると思うんですけど、自分が泊まった日はですね、スタンダードのお部屋で1泊2食付き、キジ鍋のコースで42,845円でした。1人当たり21,422円ですね。大阪なんですけども、こういう大自然が広がってて、でも大阪市内に近い、すごくいい場所だと思います。広い露天風呂で大浴場、キジ鍋が気になった方はぜひチェックしてみてください。それではチェックアウトします。いや、本当にいい天気です。で、ギリギリまでねお風呂入ってたんで、もう体がポッカポカというか、
もう汗かいてます。こちら旅館の売店で販売している高槻の銘菓ですね。よいしょ。こちらはですね、騎士セットっていう和菓子の詰め合わせですね。こんな感じでですね、3種類入っています。こちらのお菓子はですね、月っ子って読むんですかね。こちらはですね、2023年の1月22日に行われた王将戦の勝負おやつだそうです。こちらの秀吉っていうお菓子なんですけど、こちらはですね、2025年2月16日、この間ですね、この間の王将戦の勝負おやつです。あとは、騎士まんじゅうというね、おまんじゅうが入っています。将棋の町、高槻らしい銘菓です。はい、チェックアウトしました。いや、本当にね、すごくいい旅館でした。今回は大阪府高槻市にある一軒宿に宿泊してみましたが、いかがだったでしょうか。大阪にあるんですけど、本当にね、静かな時間を過ごせるいい宿でした。気になった方はぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。